んにちは、ノリスピロリンです。先日からね、トム・クルーズがトップガンマーヴェリックの番宣で来日してた時にね、その映像を見るたびに、うちの夫が、もう、チャンクさんとね、もう、トム・クルーズと比べるんですよ。で、トムはすごいな、トムはすごいわ、世界のトムやなって言ってね、めっちゃね、比べてくるんですよ。で、腹立つなーと思いながら、そういえば、こちらでチャンクさんにしてほしいドラマ、映画を紹介した時に、チャンクさんにトップガンをしてほしいっていうね、コメントあったのを思い出してね、じゃあトップガン見に行ってみるかなって、夫とトップガンマーヴェリック見に行ってきました。私たちの年代ってね、今いいですよね。50歳以上なんで、2人とも50歳以上なんで、イオンのああいうね、50歳以上の2人で2200円っていうね、すごくラッキーなプランがあるんで、ぜひ皆さんご夫婦で見に行ってみてください。もうね、乾杯。いや、これチャンクさんが負けたっていう意味じゃないんですよ。うちの夫は、もうやっぱり映画はハリウッドやって言い張ってたんですけどね、もう映画としてはね、さすがハリウッド映画でした。もうそしてね、アメリカのね、映画には勝てないザ映画、ザ・アメリカっていうね、映画でしたね。これこそね、まさに映画館で見るべき映画だと思いました。今コロナの影響があってか、全世界的にネットフリックスとかの動画配信のサービスがもう盛んな昨今なんですけど、これに対して映画は映画館で見るのが一番面白いだろうっていうね、トム・クルーズからのねメッセージがね、もうすごく込められている映画でしたね。さすがねトム・クルーズ、もうさすがハリウッド、さすがアメリカっていうね、映画です。私もね、30年以上前にトップガン見たことあったんですけど、だからもう覚えてるのはね、トムがかっこいいっていうこととかね、飛行機飛んでたな、みたいな。あと、歌がいいねっていうのぐらいだったんですけど、今回も見に行くときに、どうせね、続編って前作より面白いことってないやろってね、ちょっとね、舐めてたんですけどね。多分ね、これね、前作があったから前作より面白かったんだと思います。前作を生かしながらその上を行く映画っていう感じでした。で、興行成績もトム・クルーズ史上最高って書いてたので、これからどんどん伸びていくんで、すごいですよね、トム・クルーズ59歳にして。内容はね、もう王道です。王道だけにね、面白いんだと思うんですけど、王道すぎてネタバレしたら面白くないんで、ネタはお話ししませんけど、これこそね、映画館で見るべき映画だと思います。それにね、この映画ぜひね、トップガンを青春時代に見たことがある50代、60代ぐらいの人が夫婦で見に行くことをお勧めします。日頃ね、会話のないね、なんかそんな夫婦で、そんなん見に行くかいって思うかもしれないんですけど、この映画のおかげで話がね、盛り上がることね、間違いないと思います。なぜかというとね、戦闘機、パイロット、もう空母とかね、あとミッション、バイクっていうね、なんかもうこのね、世代の男性がね、若い頃に憧れたものがね、そこにあるんですよ。で、若かった頃をね、思い出して、ちょっとワクワクしてしまう、そんな内容になっています。それにね、59歳になったにもかかわらず、トム・クルーズがかっこいい私たちの青春時代にね、憧れたトム・クルーズがいい感じに年を重ねて共感として戻ってくるっていうお話なんですけど、多分ね、きっとね、昔憧れた何かをね、皆さんがね、こうやって持ってると思うんで、この年代の男性でトム・クルーズの悪口言う人いないかと思います。何かってね、バイクにね、乗ってるだけでもね、絵になる、かっこいい
ぶわって感じなんですよ。でそれにね、バイクは川崎船、これねうちの夫が言ってたんですけどね、もう男子ってねそういうバイクとか大好きじゃないですか。で私なんかうわかっこいいや、すごいね、今でもバイクに乗ったらかっこいいんだなぐらいにしか思ってなかったんです。ちゃんとバイクも見てるっていうね。それにね戦闘機はね最新型なのはもちろんなんですけどね、前作の古い戦闘機もね出てくる場面があったりとね、もうトップガンファンにはたまらない設定になっています。そして愛、友情、絆なんかもね、こうヒューマン的な部分もねあってね、こう泣かせる内容になってるんですよ。もう前作から30年後を描いてるんですけど、内容がねこうつながってて、その上それを展開させながらこう最高の結末に持っていくっていうね、物語の部分もしっかり視聴者を引きつけます。そしてね、もう何がいいってね、もう初めからこのトップガンの主題歌のデンジャーゾーンがこう流れてね、もうこの映画館はねもうトップガン一色になるんですよ。そこからねもうトップガンの世界観にねこう引き込まれていってね、やっぱりね音楽の効果は素晴らしい。うちの夫が言ってたんですけど、なんか昔のトップガンはそういえば音楽かっこいい、トムがかっこいい、飛行機飛んでるみたいな、そんな映画やったような気がするって言うんですけど、今回は物語の部分と戦闘部分がこれでもかって言わんばかりにこう盛り込まれていて、それに間延びせずにどんどん話が進んでいくっていう感じでこう引き込まれていくんです。私もね途中からね見終わった後でね、うちの夫の勝ち誇った顔がもうこう目に浮かぶなと思いながら、ちょっと腹立つなと思いながら、もう今回はねでもね敗北を認めざる得ない感じでした。韓国映画はねヒューマンドラマとしては面白いんですけど、スケールの大きさがねやっぱりこのハリウッドとは違いすぎるので、やっぱり映画はハリウッドだぜってねトム・クルーズがね言ってるような映画でした。素晴らしいです、トム・クルーズ。でここから私の感想なんですけど、今までも感想ちゃうんかっていう話なんですけど、もうこれね何が良かったって、普通ね昔のねスターパイロットであるねトム・クルーズが普通のトップガンにこう教官として戻ってくるっていうね設定聞くとね、なんだかねこう冴えないおじさんになって戻ってくると思いきや今回のね任務のために集められたこうエリートのパイロットたち、もうこの人たちはね本当にパイロットでいうと偏差値70を超えるようなエリート集団なんですけど、もうトム・クルーズはね未だその上行く偏差値100ぐらいの存在なんですよ。今でもずば抜けてるっていう感じなんですよ。それにもう見た目もねそれなりにいい年を重ねてるっていうね感じの見た目なんです。昔のねトム・クルーズを知って憧れていたこう視聴者を落胆させることなく、59歳だけどまだできるよって思わせてくれるんですよ。それがねこう逆に視聴者に勇気を与えるっていうかね、もう元気にさせてくれる、私たちもねまだまだできるってねこう思わせてくれる映画でした。私たち世代の女子はなんかこう青春時代に憧れたトム・クルーズがまだ私たちと同じ世代になって、この世代のねかっこよさをね見せてくれるね嬉しい映画なんでね、もう本当にね夫婦で楽しんで見れるの間違いなしです。ぜひねご夫婦で行ってもらえるときっと話が弾んで2人で若さをも取り戻せる映画になってます。そしてね私が注目したのはトム・クルーズの恋人役のジェニファー・コネリーの大人のデニムの着こなしがもうとても素敵でした。デニムをねこうロールアップしてラフに着こなしているんですけど、洗練されたなんかこう大人の魅力っていうんかな、やっぱり50代になると無理しすぎず自分を一番こう生かすことができる洗練された大人の着こなしがこうできるようになりたいなって思いました。
私も頑張ってみたいと思います。最近ね、韓国ドラマや映画ばかり見たんですけど、ハリウッド映画はやっぱり面白いっていう作品に出会えたので、またいろんな作品を見ていきたいと思います。それでは今日のコメント紹介します。ちちゃうく日本限定イベント詳細決定にいただいたコメントです。ケイさんです。ハッシー教授、今日もありがとうございます。いつもハッシー教授ありがとうございます。ジムで YouTube を聞きながらトレーニングしていると思わず笑ってしまって腹筋緩む。ジムで聞いてくださってて、ケイさんありがとうございます。YouTube 聞くというよりもオールナイトニッポン聞いてる感じといただきました。もうね、ハッシー教授のね妄想劇のおかげで本当に昔よく聞いたオールナイトニッポンを思い出しますよね。もうつい笑ってしまう、いつも教授の楽しい妄想劇がもう私のねこの更年期もねの薬としても役立ってます。教授いつもありがとうございます。また期待してます。最後に特典映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリスペロリンでした。アニョーン。야, 왜 이렇게 잘해? 왜 이렇게 잘해? 야, 이렇게 못하냐? 3개만 4개? 야, 사람이 어떻게 3개 못하겠냐? 좋다. 일단 시동 먼저 걸어놔 봐봐. 야, 오늘 먹은 음식의 값은 10만 원입니다. 됐지? 먹다가 얼마 어디 가져라. 하나, 둘, 셋. 10만 원.